こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回もジオラマ作りやっていきたいと思います。ちょっとね、前回からプランを変えまして、この中央付近にダムを作ることにしました。このレイアウトは左右2つに分割できるようにする予定で、いざという時にはこちらのクローゼットに収納できるように考えております。それでこの間には継ぎ目ができるんですけど、その継ぎ目を目立たさないようにするためにこういうダムの構造物で覆いかぶせるということで目隠しを考えております。この後ろにはダム湖になりますけども、ちょっと後ろのカーテンと色がかぶりますが切り込みを入れておりまして、形的にはこんな感じで、さらにこんな感じになります。で、こういうふうに線を描きました。この部分が土台になるんですね。土手の土台ですね。こっちも土手の土台。それで少しこういういらんやつらでかさ上げしまして、ここも土手の土台の余白みたいになりますね。で、こう描いていきます。これが土手ですね。で、これをカットしていきましょう。それで切って並べてみたのがこちらで、土台とそれから土手という感じになります。これが各3本ずつ作ります。ちなみに土手の場合はだんだんと下がっていくので、上より下の方が広い幅が必要になります。これらを切り揃えまして、それで天板を乗せたのがこちらで、このスペースには鉄橋が来ます。前回の動画で緑色の鉄橋を鉄道ファンおなじみの朱色2号、ちょっと赤色っぽい色で塗りまして、あとこの部分もカットいたしましたが、今度は赤い鉄橋を買ってきて緑に塗るという全く逆の作業となります。まずは塗装の前に分解、それからトラス鉄橋も購入してみました。これは淡い緑色のやつを濃い緑に塗り替えているところでございます。一応企業案件ではないですが、商品の説明をしますと、加藤の20428から商品番号が連番で続きますけど、こちらが赤茶色、朱色、緑色、最後は灰色と、形は同じでも数種類の色で発売されております。ただし店に在庫がなかったりするので、私の場合はだいたい塗装して自分の好きな色に変えております。計画段階ではトミックスのじょうろ式のトラス鉄橋を使いたいなと考えておりましたが、先に加藤製品のデッキガーターを購入してしまったので、ちょっと長さが合わないということで、今回は加藤製品で統一いたしました。デッキガーターにも様々な色が発売されておりまして、あとこういったカーブする鉄橋もございます。専用の塗装道具など揃えてはいるんですが、なぜか使わずに手が汚れないように半分ずつ塗って、それから完成でございます。その後は組み立ててネジ止め、こういうタイプをデッキ
ガーターと言いますが、ガーター橋6本にトラス橋1本を塗装いたしました。それでもってこれをつなげていきます。複線なのでデッキガーター4本、それからデッキガータートラスデッキガーターという形で、デッキガーター2に対してトラス1本が同じ長さになります。では今度は橋桁をつけていきます。橋桁の基本がこちら 5個入りで販売されているやつですが、それにかさ上げキットっていうのを買うてきて、つなげて土台をつけると1段目の形になります。これにさらにつなげると最も高い形になります。こちら奥の方で使います。取り付けはこのジョイントに対してつなげてあげるということで出来上がりです。はい、では塗装した鉄橋がこちらで、位置的にはこの位置になります。まだ線路を敷設できてないので、あちらのアーチの石橋から勾配を登ってきて、奥の方が高め、手前は少し低い位置につけようかと考えております。ところ変わってこちらは JR 西日本宝塚線の道上駅でございます。全国的には福知山線という名前で知られている路線となります。この道場の隣が特急も止まる主要駅三田駅になりますが、ここは三田市ではなく神戸市北区。神戸市といっても中心街の三宮の辺りからすると最も神戸市内では北に位置する地域で、車で来ようと思うと1時間ぐらいかかるような、そんなところでございます。この駅から 1,2 キロ奥に入ったところにありますのが今回の目的地千狩貯水池となりまして、こちらが駐車場となります。地図で説明しますと、この辺りですね。行政上神戸市に所属しておりますが、交通の面では大阪に行くような形で線路も道路も敷かれておりまして、この辺りの地域は兵庫県であっても皆さん大阪に通勤する、そういう地域になっております。なので神戸よりも大阪から来た方が時間的には早く着くということで、拡大したのがこちらで、今いるのがこの付近になります。このダムの用途は飲料水用ということで、環境保全のため周りは立ち入り禁止になっておりますが、唯一こちらの南側からのルートはダムの堰堤まで行くことが可能です。ここは道はこれしかなくて、もちろん車は入っていけませんが、途中に市民トイレなどもありまして、その点は安心でございますが、歩くこと5分少々、ようやくダムが見えてまいりました。この日は曇っておりましたので少しマシでしたが、まだまだ暑いので時間的には夕方を狙ってやってまいりました。なのであまり長くいると暗くなって街灯とかないので、ちょっと崖から落ちたり危険なので、そこそこで切り上げたいと思います。しかしながら不思議なもので誰もいないように見えますが、世の中にはダムマニアみたいな人がいるんでしょうか。その方たちもちょっと涼しめの夕方を狙って何人か来ておられました。ではダムのたもとまで来ました。このダムは近代化産業遺産に登録されているようです。できたのは大正年間で、ダムができてから110年経過しているようでございます。
以前はこの右側からダムの上に上がれたようなんですが、途中が崖崩れになっておりまして、現在では立ち入り禁止。左側には登っていけるようなので、ちょっと行ってみたいと思います。橋を渡って対岸を見ると、崩れているのはこの辺ですね。この滑落したところのちょうど真上が取水口になっておりまして、今は渇水の時期なので放水されておりませんが、ダムの貯水率が高い時などはあそこから放水されているようです。今雑音に聞こえますが、シューという音が聞こえてるかと思いますが、これが水道の取水のポンプの音になると思うんですけども、それでこの水道橋を通って神戸市内の方に水が水道水として送られていると、そういう仕組みで、さらに余った水をこの放水口から放水して、放水した時の様子はこんな感じ。撮影日は1ミリリットルの水も流れておりませんでしたが、さらに貯水率が高まりますと、こんな風な感じでダムそのものから放水するということです。遠くから見るとこんな感じでございます。さて、ダムの左手の方に登っていきます。ダムの高さは42メートルあるということなので、ビルの高さでいうと10階ちょっとありそうな、そんな高さを登ってきました。ダムの用途は様々ありますが、大きく分けると水力発電、それから洪水調整、砂防ダムいうやつですね。あとは水道用になりますが、水道用でも農業用水専門とかでしたらこんな風に柵がなくて立ち入れることが多いようですが、いわゆる飲料水として使う貯水池の場合はだいたい人が入れないようにこんな風に柵が設けられているということでございます。それで見たかったのがこのダムの裏側になるいわゆる水門というやつなんですけど、これでどれぐらいの放水をするか調節するわけです。今は水が少ないので、そもそも水門が開いてても流れないようになってて、今は水門が開いてる状態だと思われます。柵に邪魔されてちょっと見にくいんですけど、中間にパイプがありまして、で突起物があるんですが、ここが水門の上限になって、これより上には行かへんようになってると思われます。で下の板みたいなのが上に上がってくる、そのための機器がこの上にあるやつになります。この辺の機器類を完全に再現するのはそもそも立ち入り禁止なので、正確に測れないというのがあって無理なので、ここのところはちょっと手抜きさせていただきまして、鉄道車両の床下パーツを流用してみたいと現在のところは考えております。それでダムの正面の方なんですけども、こちらは我が家の洗面台。歯を磨いている時にふと、このアーチええやんということで、これを使おうかと思いましたが、ちょっとこの洗面台が割と型落ちで、もう作ってないみたいなので、ここだけ買うとかいうのはなかなかできないみたいなので、ちょっと諦めまして、他にもいろいろと素材を吟味してみましたが、今回はグリーンマックスの水平強脚を使うことにいたしました。こちらは本来の目的とは違う形でカットしてヤスリがけ、足元を落としてウレタン素材に突き刺したのがこちらとなります。取り付ける位置はここに決まっておりますが、下の土台の素材はそのまま使うかどうかは決めかねております。まず線路の方を敷きたいと思うので、
ダムの方は一旦ここで置いといて、次回以降は線路敷設の動画となりそうでございます。では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。